脳科学的に言えば恋は3年間で終わるってご存知ですか？桑田佳祐さんのシーサイドウーマンブルースの歌詞にも次のようにありますよね。計算し尽くされたデザインで中で迷子になることもなさそう。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日はバレンタインで失恋したあなたへ、愛という字は真心で、恋という字には下心についてお話しします。バレンタインで女性から男性へチョコを贈る文化があるのって日本と韓国だけってご存知でしたか？さて本題に戻って、失恋したあなたへ。脳科学的に言えば恋は3年間で終わるってご存知ですか？中野信子さんの講演録によりますと、人が恋に落ちるのは脳ドーパミンが麻痺させるからだそうです。なぜ麻痺させるのかというと、生物種として子供を残さないといけないからで、個人的に産む選択が強制されるわけではありませんが、次世代への貢献がなされないと種として存続できないという理由からです。歴史的には長い間、出産で命を落とすことが少なくありませんでした。子供を産むとき、命を削るような体験をするのでブレーキがかかってしまいますね。そのためブレーキをドーパミンで麻痺させ、入り口として人は恋に落ちるのだそうです。けれど面白いことに、ドーパミンが出っ放しになることはなく、タイマーが必ず作動して3年くらいで切れてしまうのだとか。恋は錯覚、放っておいても3年で理性が戻るんですね。失恋しても大したことないでしょ。理性が戻ると今度は互いの性格の不一致に気がつきます。その冷めた時がいわゆる恋愛関係の危機ですね。その時、恋から愛へと段階を進められるかどうかになります。例えば、全然私と違うけど人間として素敵とか、自分にはかけがえのない大事な人と思ったり、心から尊敬できると認めたりして、恋のときめきより愛情が優位な状態になれると、長く仲良く一緒にいられるのだそうです。できる人いるのかしらって思いますか？思いますよね。桑田佳祐さんの歌「シーサイドウーマンブルース」の歌詞にも次のようにありますよね。愛という字は真心で、恋という字には下心。歌で朗らかに確信をつくなんて、さすが桑田さん。ビートたけしさんの声を最大限によく活かしていると思ったので、終了画面と説明欄に貼っておきますね。たけしさんが若い頃の素朴で優しい歌声なので聞いてみてください。素敵ですよ。今のたけしさんご自身も見てみたらと思うくらい。ドーパミンで浮かされた熱が冷めても幸福でいるポイントは、気にしない力と忘れる力だそうです。こうやってお話ししていると、私も最近幸せだな
と感じることが多いのですが、年を取ってきたということかもしれませんね。ではどうするべきかですが、積極的には選んだ答えを正解にしていくのが人生と思って、自分の選択や決定を何よりも重視する。そして迷いも自分の幸せの可能性を広げてくれるものとして堂々と受け入れていくことが大事なことではないでしょうか。幸せの基準は人それぞれ千差万別なので、他者と幸せを比べても無意味ですよね。人間は成人するまでに1万8000回も否定の言葉を聞かされるそうなので、選んだ答えを正解にしていくのがやっぱり恋を愛に変えていく手段なのではと思いました。ちょっとした簡単な方法としては、祈ることが挙げられます。シカゴ大学心理学者のデータによると、配偶者とともに互いに相手の健康や幸運を祈っているカップルの幸福度が一番高いそうです。一緒に祈ると 75%、祈らないと 57%、幸福感で 20% 近くも差が出るのはデータとしては大きいそうです。共感性を高めると仲が悪くなりにくくなるそうですので、ずっと一緒にいたいと思う人がいる場合にはトライしてみるのはいかがでしょうか。皆さんはアメリカの医療ドラマ ER のグリーン先生ってご存知ですか？おまけの付録開封レビュー。今日は一番人気のリップ柄アーティザン&アーティストのメイクポーチです。アンドロージー2021年10月号の付録で、表紙は井川遥さんですね。黒×赤はブランドの定番カラーなのですが、サラサラとした生地に総柄プリントが可愛いです。縁取りはシルバー、ファスナーは黒と、細かいところも安心丁寧な日本製。裏地は真っ赤で、ポケットはビニール生地。これって汚れても拭き取れるんですよね。中は2スペースあって、手前には4つのブラシホルダー、ビューラーは引っ掛けて収納できます。もう一つはかさばるファンでも入るスペース。計算し尽くされたデザインで、中で迷子になることもなさそうです。プロの感覚を多くの人にというブランドコンセプトにも納得。感激のお供などサブのお化粧ポーチとしていかがでしょうか。それではよろしかったらチャンネル登録、いいねボタンのクリックをお願いします。ではでは、またね。